おはようございます。めぐりかみたいちです。今日は旬の節布を使ってセップアラクレームを紹介したいと思います。今年の節布は非常に物が良くて、フランス産でもそんなに高くありません。マルシェで美味しそうなのを見つけたので今回作ってみました。それではセップアラクレーム一緒に作っていきましょう。美味しい節布の選び方ですけども、まず何といっても鮮度が一番いいものを選んでください。あと触った感じで硬いもの、あと傘が開ききっていないものがいいです。やはりマルシェで鮮度のいいものを選んで買うのが一番いいと思います。まずはじめに節布の下処理をしていきます。一番下の部分、地面に接している部分ですね、石突きの部分をきれいに取り除いていきます。結構硬いので分厚めに包丁で剥いていきます。このように石突きの部分きれいに取り除いたら、次は傘の先っぽの部分を取り除きます。先っぽ結構干からびたりとかしていて汚いので取り除きます。あとこの後掃除する時にしやすいので先っぽの部分を取り除きます。それではもう一つ剥いていきます。同じように石突きを取り除いていきます。この時に見てもらったら分かるように小さい穴が開いています。これは虫が食っていますので、この時はざっくり切り落として小さい穴がない状態のところまで切り落としていきます。穴が開いてるイコール虫が入ってますので、虫がないところこのようにどんどん切り落として穴が開いてないところまで切っていきます。こうすると虫が入ってない部分になります。それでは石突きの部分と傘の先っぽを切り落とした後の処理をしていきます。続いては乾いたハケを使ってきれいにホコリを落としていきます。砂とかあと、葉っぱのカスなどがついてますので、それをきれいに落としていきます。ハケを使ってきれいに汚れが落とせた後は、濡れたリードペーパーもしくは濡れたタオルなどを使って汚れをきれいに拭き取っていきます。やはりキノコ類ですので、水につけて洗ってしまうと水を吸ってしまいます。なのでなるべく水で洗うことはせずに、この濡れたタオルなどできれいに取っていきます。もちろんキノコの種類によっては水で洗った方がいいキノコとかもありますけども、節布に関しては水で洗うのは避けてください。それでは節布を切っていきます。適当な大きさに切り揃えていくんですけども、基本的に軸の部分は傘よりも小さめに切ってください。今回火を入れる時に軸と傘の部分一緒に火を入れます。なので火が入りにくい軸の部分を少し小さめ、火が入りやすい傘の部分を少し大きめに切り揃えています。続いて今回のセッパラクレームに必要な材料を切り揃えていきたいと思います。まず玉ねぎです。玉ねぎはきれいにエプリシェします。芯を残して根っこの部分ちょうどで切ってきれいにエプリシェします。中に腐ってないかどうかを確認して、まず半分に切ってこのまましずれしていきます。細かいしずれをするポイントは、まず縦に細かく包丁を入れる。その後 2,3 回横に筋を入れて、このままあとは細かく包丁を動かしてしずれしていきます。
しずれし終わったらカードを使って器に移しておきます。次はイタリアンパセリを葉っぱにちぎっていきます。よく洗った後水気を切ってこのまま茎があまり入らないように葉っぱだけにしていきます。それではイタリアンパセリのコンカッセをしていきます。よく切れる包丁を使って包丁を前後に動かしながらパセリをコンカッセにしていきます。この時必ず香草を切るときはよく切れる包丁を使ってください。よく切れる包丁を使わないと繊維を潰してしまって汁気が出てきてしまいます。切り終わったらまたカードを使って器に移し替えます。それでは鍋を温めていきます。今回ココット鍋を使っていますけども、普通の鍋で蓋ができる鍋であればそれで問題ないです。鍋にオリーブオイルを入れて、そこにエプルシェ、皮を剥いたニンニクを入れます。ある程度温まってきたらそこにバターを入れてムース状になってから先ほど切ったセップを入れます。最初からバターを入れてしまうとバターが焦げてしまいますので、最初にオリーブオイルを入れてニンニクから香りを出して、その後にバターを入れています。セップを入れたらすぐに全体の油がセップとなじむようによくかき混ぜます。この時まだ塩はしていません。最初に塩をしてしまうと水が出てきてよく炒まりません。今回粗クレームなのでそこまで炒める気はありませんけども、ほんのり周りが軽く色がついたところで塩コショウで味止めします。全体的にほんのり炒まってきたらここで玉ねぎを入れます。玉ねぎを入れたらよくかき混ぜて玉ねぎに火を入れていきます。蓋をしてゆっくりと玉ねぎセップに火を入れていきます。シュエをするような感じです。しばらく経って蓋を開けると蓋の内側に水分がついています。この水分を鍋に戻してゆっくり火を入れていきます。このようにセップから水分が出てきています。ここまで一切水は足さずにセップの持っている水分で火を入れています。ここで生クリームを入れてこのままブレゼゆっくりと火を入れていきたいと思います。ここでも蓋をしてゆっくりとブレゼしていきます。最後パセリを入れたら味見をして汗染めをし直します。今回は塩がきっちり効いていたので胡椒だけをしてよくパセリを混ぜてパセリにも火を入れます。最後仕上げはレモン汁を入れて味をしめてセッパラクレームの完成になります。このように非常に美味しそうに出来上がりました。セップから出た水分とクリームでいい感じに濃度がついて非常に美味しそうなセッパラクレームができました。今回このセパラクレームと一緒に食べる食材はタラになります。キャビオです。普通にシンプルにポワレして一緒に添えたいと思います。きっちりと両面塩コショウで汗止めします。温めたフライパンにオリーブオイルを入れて魚を置いていきます。もちろんこの時皮目の方から焼いていきます。このようにきれいに焼けてきました。
この向かって左側の部分だいぶ白っぽくなってきて火が入っています。この時刺して、生だと、刺した時に感触が残りますけども、火が入っているとスッと入ってきます。魚が美味しく焼けたので盛り付けていきたいと思います。温めたお皿に先ほどのセッパラクレーム、あと魚をのせて、今回のセッパラクレームキャビオーロティは完成になります。最後アクセントで黒胡椒を上から振って完成になります。このセッパラクレームのクリームがソース代わりになって非常に美味しく食べれます。ぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。